こんにちは、ゲコです。今日は、ダークムーンデインズの2つ目のシルバーベリーを解説します。ダークムーンデインズは、旧ハードリストの星1の番人を務めていたマップで、6つあるチェックポイントのうち、最後の2つをノーデスでクリアするのが2つ目のシルバーベリーの条件です。今取ったのがシルバーベリーです。EX2、本来はウルトラで飛んでいきますが、次のスーパーへのつなぎのため下側をすり抜けます。ここのハイパーが難しいです。3000回やったのでできます。EX3、ジオメトリーダッシュ地帯からウルトラするところをリバースウェーブに変えています。最後の左上ダッシュが地味に難しいです。EX4、壁登り、右入れ、バネ、上、右、ハイパー、ウルトラのコードに気をつけます。ここは頑張りすぎると上のトゲに当たるので頑張りません。ウルトラも頑張るとトゲに当たります。1、2、3でハイパー。EX5、右下ダッシュからのウォールバウンスは速度も出て目印もないので渋いです。こっちのウォールバウンスは右ダッシュがちょうどです。自力で位置を合わせるタイプのウォールバウンス。ミッドエアは GM プラス1が主の口癖です。2本目の落ちてくるブロックでは、体をこすりつけて乗るのが正攻法ですが、乗れるかどうかはサブピクセル依存で体感5割で失敗します。EX6、1回ニュートラルを挟んでから右下、左下。なるべく下の方を掴んでからウォールバウンス。最後はウォールバウンスがいりそうでいりません。EX7、ここもこすり乗りがありますが、直接乗るような形になることが多いのでサブピクセル依存になりにくいです。右側でのウォールバウンスには透明なジャンプスルーが置かれているので、左による分は気にしなくてもいいです。EX8、最初に落とすブロックに追いつくのが想定ですが、ズルをします。キーコインを適当に取って下っていき、高速で動くブロックに捕まったら、タイミングよくジャンプ、出口に直行します。EX9、ニュートラル、右で足場に乗れます。キーコインはズルして取っていきます。高速に動くブロックで画面を駆け抜けます。ここも1、2、3です。EX10 は手前の部屋から、右入れ、右、しゃがみジャンプでちょうどです。窓枠を目印にしてミッドやスーパーします。基本的に X、Y 軸合わせは背景などを使って直接座標が合わせられるように工夫しています。この先も下から2つ目の鎖を目印にミッドエアーでしたが、渋いので次のバネにダッシュを使わず直接当たるルートにしています。ここもズルです。右端の方によって、足場の模様を目印に場所を合わせ。はい。ハイパーです。なんだか自信がなかったようです。EX11、ウルトラのチュートリアルですね。EX12、エクステンドしないのが多発したのでバーニーホップにしています。ウォールバウンスが速すぎると下のトゲに当たります。ここの上ダッシュはかなり引きつけないとトゲを越えられません。EX13、本来は2回目のウォールバウンスで上に行きますが、下からくぐります。3種類方法があるのですが、くぐった時の壁キックさえ出れば安定してミッドエアーが出せるので採用しています。一つの入力に全責任を押し付けられるストラットを採用することが多いです。EX14、バーニーホップをダメウェーブで押し通します。ここからズルです。まず上の後で使う足場に乗って、崖登り、右、ハイパーで下の正規ルートを無視します。2回目のウォールバウンスの時右入れっぱだとトゲに当たります。EX15、上り、ハイパー、左上、スパイクジャンプで捕まり、適度に歩きを入れながらすり抜け、ダメスーパー。次のトゲ越えるのが難しい。上から2番目のトゲの合間と足の高さが同じ位置で上ダッシュ。壁ジャンプは足が壁からはみ出していればうまく抜けられます。EX16、迫ってくる針がギリギリなので、バーニーホップで1段目のウェーブまでを速くしています。2個目、3個目は時間に猶予があるので、バネや足場の方に注意を払います。EX17、1区間目最後の部屋です。捕まってから右下入れっぱで降り、右ダッシュで位置が合います。ここは1、2です。少しズルです。本当は足場の勢いを使いますが、使わなくてもたどり着けます。リバースウェーブを連続で決める部分も、インスタントハイパーに置き換えています。かなり悪質なトゲを回り込みウォールバウンス、落とす足場もいい感じに回り込みます。ここの2個目からの右下ダッシュは早め、3個目は少し遅めです。音楽が消えて緊張します。頑張りましょう。ここの右上ダッシュがこの部屋のシーンの9割です。終わりではありません。あと半分です。
HF1、2つ目の区間の始まりです。HF2、降りた後のリバースがグラウンドウルトラにならないように要注意。この後のミッドエアースーパーが各行動の最高点に合うようになっていることに気をつけます。正規はウォールバウンスですが、いい感じに処理。HF3、ここもレーンのサブピクセルがありますが、その後のリバースを最も注意します。落ちてくるバネに合わせてダッシュします。右上は遅くても速くてもダメです。ここはウルトラに本気を出すと飛びすぎてトゲまで行きます。なぜかしゃがみジャンプなら上のトゲに当たらないので、ズルをします。HF4、左に捕まって左上でもダッシュで位置合わせ、上ダッシュ2回は確保性でトゲに当たらないことに気をつけます。ダッシュを使い切っておくと必ず着地した後にダッシュが出るようにできます。右下ダッシュからの右上ダッシュはとっても横に伸びるので注意。HF5、通称テイラー・スウィフト、半分運ゲーなせいで有名です。ミッドエアースーパーを乗ってインスタントハイパーに置き換えます。ここもミッドエアースーパーをキャンセルしてバネを使います。左、ニュートラルキック、左上、乗ったら一瞬だけ待って左上で、レーブできる高さに合います。ここであらかじめ、2つ目のジャンプキーを長押ししておきます。こうするとウルトラのジャンプを押す長さに依存せず、毎回同じ高さになります。HF6 も例のサブピクセルがありますが、直接乗るように調整して無視しています。ちらっと見える落ちていくブロックよりも先に行くのが正規ですが、ズルしています。HF7、ここもズルします。右下ダッシュ後、完全にキーから指を離すと勝手にブロックに乗ってくれます。ここも多分ずるいです。バネの上の方に当たるように、ダッシュの位置に気をつけます。HF8、ダッシュが初動でないウルトラがかなり難しいです。ウルトラに気を取られていると次の右上ダッシュに目線をやれなくなるので注意。次は音ゲーです。中電なのでできました。HF9、最初のミッドエアースーパーする高さにとても気を配ります。ここからズルです。いい感じに立っていい感じにハイパー、左上ダッシュで足場をトリガーしながら戻り、所定の場所で右、左、ベーブです。自作のズルです。クリスタルをデモダッシュ先行入力で取ると、左の足場が動くトリガーを踏まずに足場に乗れます。あとは決めておいた方法を使えば楽に突破できます。HF10、全体的にずるいです。ずるいはずなのに難しい操作が多いです。ここはコヨーテ意識でジャンプ、右上ダッシュも緊張を考えて遅め意識で。ここのミッドエアースーパーがうまくいけばあとは大丈夫です。HF11、ダッシュ連打で駆け上がります。最初2つのバネに当たるダッシュを方向キーを入れずに行うことで正確な位置合わせができます。ここほんのちょっと待ちます。ここの左上ダッシュが本当に怖いです。いよいよ最終画面です。HF13、最初に落とした足場でウルトラするのが正規ですが、ズルをします。まずその足場に乗れるように所定の行動をします。そうしたら端に立ってバーニーホップ、これでいきます。ここの2段目のウルトラを一番気をつけます。バネ後の左上ダッシュも早すぎないように。手が震えてダッシュが入らないようなことがないよう気をつけます。ウォールバウンス後はウェーブのためにかなり右に寄せます。ここのつかみジャンプがうまくいけば、あとは気合です。
というわけでダークムーンレインズ、シルバー2でした。世界で5番目らしいです。131時間って書いてありますね。そういうことらしいです。いろいろな技術の説明をすっ飛ばしたので、需要がわからない動画になりましたが楽しんでくれたなら幸いです。需要がありそうなら、次何か撮ったらやるかもしれないです。ご視聴ありがとうございました。